ドメイはるみです。先日カボフリオの話をした動画を上げたんですが、結局その動画ではカボフリオってやることがないんですっていうそれしか伝わらなかったような気がするので、今日はその弁解じゃないけどちょっとポジティブなことも話そうかなと思って、前回の動画の続き、そういう感じで話を進めていこうと思います。私まず一番最初にカボフリオに来た時の印象はっていうと、そうだな、今考えてみても連れて行かれるところといえばビーチしかなかった。それでその後移住することになるんですが、やっぱ移住してみると本当にとにかく、前回の動画の通りです。やることがない。でその後何年かして去年カボフリオに遊びに来てくれたお友達と一緒に観光客気分であちこち観光したんです。そしたら私ちょっとびっくりした。行ってる場所は、普段からよくアクセスしてるところ、行ってるところなんだけど、こう外から来た人たちの反応、わあすごいとかそういう歓声とかに囲まれて、改めてちょっと遠いところから客観的にこのカボフリオっていう街周辺ね、ビーチとかいろんなところ、景色を見てみると違った見え方がして、何ここって結構いいとこじゃんで、そういうワクワク感がこう戻ってきたっていうか、改めてカボフリオってこんなにいい場所だったんだ、こんなとこに私住んでるんだって、そうやって思ったんです。だからカボフリオっていうのは住むとなると本当に何にもなくて退屈な場所なんだけど、観光で遊びに来る分には本当にね、のんびりしてて綺麗でいいところです遊びに来てください。でもまた前回の動画の話にちょっとつながってくるんだけど、やっぱり住むってなるといろいろね、支障はあるんです。例えば町にある銀行とか郵便局とか病院とか、そういうものの数も限られてて、質もそんなに良くない。だから混雑したり、あと質のいいものを求めてリオ車で 2,3 時間なんですけどの方に行ったり、もうカボフリオの人はしょっちゅうもう口癖のようにちょっとリオに行ってくる、リオに行ってくるって、みんなリオに行くんです。それはやっぱりより良いサービスを求めてとか、カボフリオにないものを補いに行くんですけど、リオに買い物行ったりとか、そんな感じで生活するにはちょっと不便というか、不便ですね。張りがない、刺激がない、よく言うとのんびりしてるかな。あと観光っていう目で見ると、ビーチに限ってはなんていうの、困らないけど、他の前回も言ったけど博物館だのそういうのもないし、動物園とかそういうのもないし、パーク的なものがないです。遊びに行くなんていうの、娯楽のスペース、そういうものはないです。子育てしてても日本だとなんていうんです、子供を連れて行くところいろいろあるみたいじゃないですか。無料でおもちゃとかがあって遊ばせられるようなところ、そういう施設、そういうものもカボフリオにはないし、とにかく選択肢が狭い。そういう点は暮らしてるとちょっと暮らしづらいな、暮らしづらいなって言っても外と比べるとですけどね、日本とかそういう先進国と比べるとそもそもだから比べるもんじゃないんです。あとこの間動画にも何回か出てくれたマテウスさん、友達の彼と話をしてたんだけど、カボフリオって銀行がとにかく混むよねみたいな話をしてたら、はるみカボフリオのちょっと年いった人っていうのはもう銀行が大好きなんだよって言って、毎日銀行に行くの。なんでだと思うって。やることがないから。実際ね、ブルーノのお母さんも本当に用事はあるんだろうけど、何かともちっちゃい用事を見つけては銀行に行ったりスーパーに行ったり、とにかく毎日行くんです。列に並ぶのとかも全然平気。時間が有り余ってるから、どんなに混雑してても大丈夫。そうやってね、人ってね、そこまでやることがなくなるとそういう行動に出るんです。そうよく家の前に椅子を出してただ座ってる人とかいるんですよ。ブルーノに「あの人たち何してんの?」って聞いたら「いや、ただ座って道を眺めてるんだよ」と「通り過ぎる人とかを眺めてるんだよ」ってとか、1人でねそうやって座ってる人もいるし、2人3人になるとそうやってお話ししながらね、ビール飲んでたりする時もあるし、
それがこの辺の地元の人の楽しみ方、そういうシンプルな生活ですね。だって日本で家の前に椅子出して座ってる人なんていないでしょ。でもブラジルだと本当にね、道にね、何してんだろうこの人っていうような人たちがいっぱいいる。何にもやってないです。やることがないからブラジルっていうか、カボフリオはね、どうしよう、また結局やることがないんですっていうところで動画が終わってしまうけどでも本当に最初に言ったように、遊びに来るならもう最高の場所だと思います。私たちもこの家建てたけど、全然ね、一生住もうとか思ってなくって、できればカボフリオから外に出たくて、でここはなんていうんだっけ、別荘みたいな感じで、休みになった時に遊びに来るみたいな、そういう使い方をしたいねって言ってて、本当に休みをのんびり、あとお金がないとダメ。結構お金かかるんです。やっぱ観光地だから、観光客の集まるようなところは普通に外国人料金です。レストランとかも高いし、だからお金を持って遊びに来るならカボフリオは本当にいいところです。なのでぜひ遊びに来てください。そう、私ちょうど今地球の歩き方の特派員でブログを私書いてるんですけど、それで普段のブログとは別にたまに記事を書いてくださいって頼まれるんですけど、それでちょうど今カボフリオのその周辺のビーチのことを書いてるんです。公開されたらリンク下に貼っとくので、よければ見てみてください。動画といつも結構並行してブログ書いてるので、動画見てくださってたら別にブログ読む必要もないと思うんですけど、そんなわけで今回もご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。いいねよろしくね。あとチャンネル登録もお願いします。チャオチャオ、ベージュ。